こんにちはなのだ。こんにちはですわ。今日はオークション2日目の車両ソレンティア 8HT の K2 を見ていくのだ。2日目も予想に全然入ってない車両ね。まあ予想を裏切られるのはいいことなのだ。この K2、1年前にスーパーテスト入りして徐々に調整が加えられてた車両なのだ。車両説明にもある通りイズ4の前身で堅牢な側面走行もそのままなのだ。じゃあまずは走行を見ていくのだ。まず売りである側面走行なんだけど、側面上部は 160mm 足す傾斜足す空間走行も合わさって雑な角度でも 800mm を超える部分がほとんどでまず抜けないのだ。側面下部もしっかり 150mm あって 400mm 近くになるほか、尾体と重なってる部分は 400mm を超えるのだ。さらに車体正面上部も 160mm あって、豚飯で傾斜が丸くなってもなお 310mm 前後になってかなり硬いのだ。一応正面と側面のつなぎ目に傾斜の緩いところがあるんだけど、それでも 220mm 前後で通常段は引かれる可能性があるし、半分くらい空間走行で覆われてるからヒート系にも強いのだ。車体正面は豚飯でさらに傾斜が増して 330mm 前後になるほか、下部は比較的薄いんだけど、それでも通常段では貫通が厳しいのだ。豚飯してると同格 HT では貫通はほぼ無理ね。前進と言いつつほぼイズ4と同等の車体走行なのだ。次は車体正面上部中央は 160mm 足す傾斜で 290mm 前後になってるのだ。左右もしっかり 160mm あって傾斜が増す分 400mm 前後になるのだ。ドライバーハッチ付近は 55mm だけどかなりきつい傾斜で、 AP 系は強制とベダン、ヒート系でも 270mm 以上の貫通がないと厳しいのだ。下部は 135mm に上下傾斜もそこまでないから 200mm ちょっとしかなくて普通に抜けるのだ。豚半しなくても下部以外まんべんなく硬いわね。たださすがに KV4 クラスの APCR を持ってこられると正面は安定して抜かれてしまうから、やっぱり豚飯安定なのだ。お次は砲塔走行を見ていくのだ。砲塔は伊豆山と 252U を足したような感じで 30mm しかないおでこ、棒順横の垂直部分、9ポラと弱点目白押しなのだ。特におでこは合計 91mm 以上の AP で強制貫通されるから棒立ちは厳禁なのだ。後点板が 45mm しかないからビーズ176の AP がどこに当たっても抜けちゃうのだ。さらに左右9ポラは 90mm しかなくて、ここはヘッシュでも抜かれてしまうのだ。棒順横は 252U と同じく 250mm の垂直部分があって禁断だと普通に抜かれてしまうのだ。こう見ると砲塔は結構弱点があるわね。まあいずれも面積はそこまで大きくないし、点板はほんのり車体を持ち上げれば隠せるからカバーできるレベルかなって感じなのだ。じゃあ次は走行以外の性能を見ていくのだ。気泡は合計 122mm、 単発390ダメージの方で、玉種はペネに 103mm の AP、 ペネに 170mm のヒート、ペネ 68mm の榴弾なのだ。まあ一般的なソ連 HT って感じですわね。ただ弾速がやたら遅くて AT と HE は 790m 毎秒、 HEAT で 820m 毎秒となっているのだ。ティア6みたいな弾速ですのね。それ以外にも装填は 14.38 秒で BPM1627 と最低クラス、さらに標準速度、精度、標準拡散が全て劣悪な数値となっているのだ。この砲性能はちょっと使いたくなくなるわね。機動力も見ていくと前進 30kg、後退 12kg、さらにで重比は13と HT としても最低クラスなのだ。旋回もかなり遅いわね。極めつけは同格ソ連 HT と比較してもさらに 10m 狭い視界範囲なのだ。さ、340m。というわけで K2 の性能だったのだ。走行はすごいけど、それ以外の性能があまりにもひどすぎるわね。使われるとうざいけど自分で使うと弱い車両の典型なのだ。まあなんか珍しくオークションイベント中にフリー経験値返還ボーナスが来てるし、13万経験値割る35、約3700ゴールドで2000円もしないから、ゴールド余ってる人はとりあえず最低値で入れておいてもいいんじゃないかな。6000台も用意されてるし、正直2日目も定員割れしそうな感じはあるわね。じゃあ今回の動画はこの辺りで、ご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録ぜひお願いします。